どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、AirPods Pro の、大体1週間レビューというところで、じっくりね、この新型 AirPods Pro 第2世代出たんですけども、使ってみましたので、今回もね、本音で使った感想をね、わかりやすくお伝えしようかと思います。1週間使ってみてね、良かった点はもちろんなんですけど、ここちょっといまいちかなみたいなところも見えてきたんで、以前ね、AirPods Pro の、初代ですね、2年レビューとかもあるんですけど、がっつり使ってね、じゃあその違い感じるのかみたいなところですよね。そういったところはもちろんなんですけども、1週間使ってみて、じゃあぶっちゃけ AirPods Pro ね、じゃあ買うべきなのかどうかみたいなところ、買ってよかったのかどうかみたいなところも、本音でお伝えしようと思いますので、購入考えている方はぜひね、参考になると思いますので、最後までご覧いただければなと。今後もですね、iPhone とか、前回、前々回ぐらいですかね、アクセサリー類と、iPhone のレビュー、14 Pro しましたけど、そういったレビューとかね、あとMac とかね、あと10月もですね、また発表会あるんじゃないかどうかみたいなところも言われてるので、そこら辺もどんどんね、レビュー動画とかも上げていきますので、解説とかもね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ということで、ちょっと簡単にね、アンボックスじゃないですけど、開封ですね。ちょっと化粧箱あるんで、簡単に見たいと思うんですけども、一応前のね、やつと比べると、ほぼ同じっていう感じなんですけども、若干微妙に違うんですけども、中開けると、デザイン by Apple in California が入ってて、本体のやつ入ってて、あとは一応 Type-C ライトニングケーブルが付属品で入ってて、あとはイヤーチップが入ってるんですけど、今回は XS か。XSSL サイズ。本体に M サイズのが付いてるんで、イヤーチップがね、付属品が増えたかなっていうくらいですね。非常にやっぱり今回もシンプルな、化粧箱というか、箱になっております。デザインについてなんですけど、見ての通りですね、ほぼ変わってないです。いつも通りとね、白くてこう丸いね、可愛いデザインっていう感じなんですけど、もちろんね、ライトニングケーブル搭載してますよ。最新の、はい、AirPods Pro だけだよ、もう。USB-C はってことはあと2、3年後なのかなっていう、法案もあるんで、ケースとかの開け心地とかもですね、全く同じというところで、開けてみるとですね、イヤホン本体あるんですけども、第2世代の方が、少しこの黒いマイクですね、の部分が小さくなってるのと、上部分にね、ちょっと移動してますね。それぐらいかな、でも。本体の大きさとかに関してもですね、持った感じとかも全く一緒ですし、なので一応試してみたんですけど、イヤーチップですね、この耳に入れる部分とかも、初代のものとかも、一応そのまま使えますね。互換性は一応あるんじゃないかな。アップルちょっと公式はなんかないって言ってたような気もするんですけど、普通に使えるかなっていうところですね。で、装着感も今まで通り、本当全く一緒なんじゃないかなって感じですね。で、イヤーチップは個人差あると思うんですけども、僕の場合はなんかね、耳に入れると、ゴムの部分でなんか耳の中痒くなるんですよね。これは初代と同じかなっていうところで、なんで僕の場合は、コンプライっていうね、イヤーチップ使ってます。これもそのまま装着できたんで、耳の中痒くなるってことはね、このコンプライとかおすすめかなと思いますね。で、ケースについてもほとんど同じではあるんですが、ここちょっとね、違いがありますと。で、第2世代は側面にストラップホールがついてまして、はい。ストラップがなんでこうつけて、カバンとかに引っ掛けたりとかね、なんでできるようになりましたと。で、あとはこの下ですね、底の部分、当たる部分に穴がありまして、これがスピーカーになってますと。内蔵されているので、つまり音が鳴るってことなんですよね。例えばじゃあ充電開始した時に、チーンっていうね、なんか音が鳴ったりとか、鳴らしてくれるので、うわ、なんか充電できてなかったみたいなこと、たまにね、あったんですけど、ワイヤレス充電すると。そういったことも防げるかなっていうところで、また、磁石でね、こうカチッて充電できる、くっつけて充電できるですね、マグセーフ充電も対応しましたと。はい。初代のは、最近出たやつはね、AirPods Pro も対応してたんですけど、最初の方ね、買った方っていうのは多分対応してないと思うんで、僕もそうなんですけど、なんでくっついて充電できるかなっていうところ。あとは、Apple Watch ユーザーの方でね、これ朗報なんですけども、Apple Watch の充電器でもう充電できるようになりました。これも磁石でカチッてくっついてね、充電できますんで、これ地味なんですけど、地味に便利なところもあります。で、ケース単体ですね、探すアプリっていうのがあるんですけど、例えば AirPods とかね、なくした時に、位置情報を知れるってやつがあるんですけど、場所が探せるようになったと。で、探すなんかアプリの中見てみると、ケースっていうね、項目がありました。で、これで、なんで iPhone あればですね、ある程度こう位置が分かったりするので、家の中とかぐらいだったらね、多分場所とかがですね、こういろいろ、導いてくれるっていう感じで、これは結構いいかなと思いました。なので、AirTag っていうね、なんか場所を探せるですね、落とし物タグが、Apple 出してるんですけど、それがなんかこの AirPods Pro のそのケースの中に内蔵されてるみたいなイメージでいいんじゃないかなと思いますね。U1 チップっていうのは入る。UW チップ。
か入ってると思うんですけど、初代のね、プロのケース、もともと AirPods Pro のケース自体は、防滴かな、その防水みたいな対応してなかったんですけど、今回ケース自体も、一応防滴っていう形ですね。IPX4 というものに対応しましたので、雨とか全然汗とかぐらいなら全然問題ないかなと思います。もし運が良ければ、例えばじゃあ洗濯機でこうね、ケースこれ回しちゃったみたいな、たまにあると思うんですけど、その時ももしかして生き残る確率がね、ちょっと上がったんじゃないかなと思います。はい。実際回して大丈夫だったっていうね、ことも聞いたりはするんで、で、またケースに入ってる AirPods がですね、例えばじゃあ別々のものが入ってましたみたいな。たりすると、これ認識してね、なんか教えてくれたりしましたね。初代となんか2代目が、これなんか例えばじゃあ別の世代のものが入ってますよ。で、使えないですみたいなことをなんか通知で iPhone に出てきたりとかしてくれますと。はい。なんで、例えばじゃあ友達のやつで、ね、こう間違えて入れちゃったみたいな時も、認識してくれると思うんで、そういったことも防げるんじゃないかなと。で、今回バッテリーの駆動時間がですね、本体がもともと 4.5 時間から6時間まで伸びました。あとはケース込みで24時間から最大30時間まで伸びたっていうところありますね。大体 33% バッテリー時間長くなったと。はい。使った感じも、やっぱり普通に全然普通の利用の範囲では充電が切れるみたいなことはないかなっていうところですね。で、地味にね、この便利だったのが、なんかバッテリー残量がケースに入れてても、バッテリー残量が一応iPhone とかで確認できるっていうところ。今までだと本体をこう取り出して例えば使ってる場合は、表示されたんですけども、ケースの中に入れてる状態でも、これ地味に便利だなと思いました。これは結構いいかな。今回はまた新しい機能で言うとですね、AirPods Pro 本体で、音量調節できるようになりました。これタッチコントロールなんですけど、本体のこのくぼみのところをシュッてね、なんていうの、くぼみをこう上に上げる動作すると、スッてやると、音量上がって下に下げると音量も下がるっていう。最初ちょっとね、慣れるまでなんか変な感じなんですけど、慣れるともうすごいやりやすいですね。反応もなかなか良くてですね、こうやるとプクプクっていうなんかね、反応をこう返してくれるんで、ちゃんと音量変わってるなっていうの分かりやすいんで、反応もなかなか良かったりとかしますね。つけてやってみようか。せっかくなんでね。外ボン取り込みモードでいきます。今回のこの AirPods Pro 2にはですね、H2 チップか。新しく、搭載されたんですけども、前回のが H1 チップってことで新しい世代になるんですけども、いわゆるその小さいチップですね、Apple Silicon と呼ばれるものが入ってまして、いわゆる頭良くなってますっていうことですね。わかりやすく言うと。すごいね、なんかもう何回の処理をしてるみたいな Apple が言ってました。はい。そんなのはどうでもいいです。そんなのどうでもよくて、それがやっぱり、生きてるっていうのが、まずやっぱアクティブノイズキャンセリングなんじゃないかな。ノイキャンですね。Apple が言うには最大でその2倍のノイズキャンセリング性能になりましたと言っておりました。何をもって2倍なのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけども、ただここはかなり進化してるなと感じました。初代の AirPods Pro 自体も、もともと相当ノイズキャンセリングは性能自体は高いんですけども、周りの音をね、打ち消してくれる機能ですが、第2世代の方が体感でもね、もうつけてわかるぐらい音がこうシュッてね、消えるっていうね、感じはあります。本当なんかつけた瞬間にポンってやると精神と時の部屋にヒュンみたいな感じ。本当に静寂が訪れます。うわっって感じです。つけた瞬間。特にやっぱエアコンの音とか、車とかの騒音ですね。そういった音とかは AirPods Pro、つけた瞬間にほぼ消え去るかなっていう感じ。これは結構ね、えぐいですよ。外で試したりしたんですけども、車のなんかね、グーンって音が結構うるさいじゃないですか、道路を歩いてたりすると。これがなんかね、スーって音になる。車のブーって音が、スーってスーになります。はい。あとちょっとまだ今回ね、飛行機で、この撮影時試してないんですけど、これからちょっと実家帰るんで飛行機乗るんですけど、旅行とかのね、ほんと必須のこのレベルでほんと効くかなっていう、前のやつでも全然いいんですけど、一応今回 BOSE の新型とかね、まだ試してないんであれなんですけど、でもほぼ最強クラスなんじゃないかなと思います。いろいろ試してきましたけど、もちろんその 100% は消えるってわけじゃないんですけども、ほんと低音というか、エアコンとか、さっき言った車の騒音とか、普通の生活音とかはほぼ消えますね。なんでほんと高い音だけ、多少聞こえるかなっていうぐらいで、ほんとなんかお皿がカンカンって当たる音とかね、ちょっと高めの音ですよね。音域のものとか、アナウンスとかも聞こえることは聞こえるんですけど、ほぼかなりでも静かな感じではありますね。正直でも音楽とか動画とかね、見てると、音が鳴ってる状態だともう正直何も聞こえないです、周りの音は。はい。一応他のイヤホンと比べて、未だにじゃあ AirPods Pro がこれトップなんじゃないかっていうね、機能がですね、外部音取り込みモードですね。ノイズキャンセルの逆ですね。外の音を取り込むっていうものなんですが、これはさらに進化してますね。初代でも
も正直未だに3年経ってもですね、まあ他に多分まだ追随同じレベルのものもちょっとまだ出てきてないんじゃないかっていうぐらいないんですけど、さらにこう差をつけたっていう感じ。今回特にやっぱノイズキャンセルも強くなったからっていうのもあって余計になんかね自然さっていうのが目立ちますね。やっぱこうノイズキャンセリングから外部の取り込みした時に周りの音がファーって聞こえていくんですよね。これはなんかほんと不思議な感じ。まあ初代も自然だったとはいえなんかまだちょっとやっぱ人工的に聞こえてるなっていう感じはあったんですけども、それがさらにねまあ臨場感とか、まあ、広がってさらにクリアになったっていう感じですかね。まあ本当音がこもってるみたいな感じがまあさらにちょっとなくなったっていう思います。まあ本当になんかつけてるのね忘れるんじゃないかっていうレベルです。で今回一応適用型環境音除去っていうものに対応したんですけど、まあ、つまり外部音取り込みモードで、まあ、今までだと、まあ、音を取り込むんですけどもなんかその結構まあ例えば工事のねガガガガみたいな音とか、まあ、いわゆるその取り込みたい音まで取り込んじゃってたんですけども、まあ、そういう時は除去してくれるっていうね、そういう音は環境音適用型環境音除去なんで、はいまあ、変にその耳が良くなってたりしたんですけども、まあ、ただここはまあこれなんか使っててどうだろうね、あんまり正直、まあ、体感では分かんないかなっていう感じですね。まあ比べたらね、まあなんとなくわかるかなっていう感じではあったんですけども、まあ一応そのね、まあモードを切り替えれたりするんですけども、なんか切り替えて何回か試してみたんですけど、まあなんかなんか抑えられてるような気がするっていう感じでした。はい。で音質については、まあ初代のねやっぱり前の AirPods Pro よりはまあ明らかにやっぱり良くなってるなっていうのを感じましたね。まあ聞き比べると結構まあしっかり分かりました。まあただじゃあ劇的に変わったかっていうと、まあそこまでではないかなと思います。ただ音がやっぱ全体的にクリアというかその明瞭度がまず上がったっていうところ、まあ、非常にやっぱボーカルの人の声とか普通に動画見てるね YouTube の例えば動画の話し手の声とかはすごいまあやっぱり聞きやすくなってますね。であとはまあ低音とかもやっぱ少しまあ強くなってると思うんで、まあ、その迫力っていうのもまあ多少やっぱ上がったかなっていうところですね。まあなんでもわっとしてたこうなんか霧がちょっとまあ晴れてるようなイメージですかね、初代と比べると。まあ音の層も多分音域みたいな表現が広がってるのでやっぱクリアに聞こえるっていうかね、まあ綺麗になったって感じです。空間オーディオとかはやっぱ今まで通りね映画とか見るとやっぱりその迫力とかはねなんか本当映画館にいるようなイメージいいですよね。やっぱ感じますね。ここはやっぱりなんだろうな、普通に音楽聴いてる時はそこまでね、まあ、もちろん音質は悪くないんですけどもやっぱ空間オーディオ入るとなんか、映画とかはなんかちょっとまた変わった表情が変わるというかね、ここはなんか結構面白いなというところですね。AirPodsここからちょっと使ってみて実際まあ良かった点と、まあここちょっとイマイチだったかなみたいなところを、まあ3つずつぐらいね、お話ししたいと思うんですけども、まず良かった点1つ目としては、もうこれノイキャン強すぎですね。静かすぎる、マジで。まあこの本体の大きさで、まあ、正直最強クラスに強いんで、まあ、正直 AirPods Max ねヘッドホン型のやつもあるんですけど、まあ、それより多分効いてんじゃないかっていうぐらいねレベルここしか覆ってないのにの勢い、まあなんで、まあ、静寂を訪れますね。例えばじゃあカフェとかねちょっと騒がしいカフェとか、まあ、電車とかそうですし、まあ、車が多い道路とかでもかなり本当ねこう威力をね発揮するなって思いました。本当車の音がスーになりますからね。このコンパクトさでこんだけ強いっていうのがまあ非常にいいかなっていうところ、まあ、売れている要因だと思うんですけども、で良かった2つ目としては、まあ、ケースとかのやっぱ進化ですよね。あとはバッテリー改善なんでその使い勝手がまあより改善されたかなっていうところ、使いやすくなったかなっていうところなんですけど、まあ、特にやっぱ充電時に地味にこう音鳴るのもなんか気持ちいい感じもありますし、もちろんねそのケースを探せるっていうところもいいし、音がね、まあ、やっぱ鳴るんでちゃんとやっぱ充電できてるっていうのを確認できるんで、まあたまにやっぱずれてたりねする時あったんでね、マグセーフ対応じゃないと、まあ、やっぱケース探せるんで、あとまあケースだけ僕もね一回なくした時あって、まあ、あれケースだけどっか行っちゃうとねもうほんともう分かんないですよはい、頑張って探したんですけど、あれもまた別で買うと1万円ぐらい取られるんで、あとは Apple Watch のね、まあ、充電器とか使えるのもですね、まあ、地味にその使える幅が広がるというか、まあ、持ち物が減ったりすると思うんで、まあ、旅とかにはいいかなっていうところ、はい、あとまあやっぱり一番はねバッテリーの改善のところかなと思います。まあ僕ももう初代がねバッテリーがへたりまくってたんで、まあそういう人は買ってもいいと思うんですけど、へたりまくってたんで、まあ非常に6時間ぐらいはね、まあ交渉通り多分持つんじゃないかなっていう感じで、最後3つ目良かった点としては、まあやっぱ空間オーディオの、まあ、その臨場感というところとか、あとやっぱりその連携の部分ですよね。ほんとネットフリックスが
ね、非常にはかどりますね。空間オーディオはやっぱりこの Apple の一個強みの一つなのかなっていうところで、音質自体はその音楽とかね、音質は良くも悪くも普通なんですけど、なんか映画とかを見る分にはなんだろうね、なんか迫力あるんですよね。この空間オーディオやっぱ面白いというか、この時は表情変わるんで、非常に面白いかなっていうところ。AirPods Pro 2じゃなくても聞こえるような気がするんですけども、さらにやっぱ強化されてる感じはあります。本当に Apple 製品とのその連携の良さっていうんですかね、これはもう言うまでもないですけども、勝手にやっぱ自動切り替えでね、例えば iPhone 使って、僕 Mac に切り替えるとかよくあるんですけども、切り替えたら自動的にこっちにね、Bluetooth とかもいじらずに自動的に言ってくれるとか、たまにうまくいかない時あるんですけど、iPad とかね、そこら辺のその Apple のエコシステムって言いますけども、連携はやっぱり非常にいいかなと思います。使いやすいってことですね。つまり問題このいまいちはですね、使ってみて、ちょっとやっぱどうなのかなみたいなところ気になると思うんですけども、まず一つ目としては、音質に関してはまあかなっていうところ。もともとこれそこを期待する製品ではないんで、あえて言うとって感じではあるんですけど、良くも悪くもその原音に忠実っていうね、アップルの表現はアップルはそういった表現してるんですけども、良くも悪くも普通なんですよ。言い方悪いけど、はい。やっぱ円安っていうのもね、あるんですけども、ほぼ価格としては4万円でもうほぼ多分イヤホンとしてはほぼ一番高いような。Bluetooth イヤホンとしてはね、高い部類になると思うんで、これでこの音質はちょっとなんかどうなのかなっていう悪くね、普通に使う分にはめちゃめちゃいいんですけど、ただそこをなんかそこにフォーカスしたやっぱ製品ではないんで、やっぱその使いやすさとかね、便利とか、やっぱ本当その自動連携とかね、ノイキャン良かったりとか、外部の取り込みモードめちゃめちゃ良かったりとか、そこら辺の割り切りはでもやっぱ必要なのかなっていう感じですね。なんで音楽を非常に楽しみたいみたいな方には向かないのかなっていう。普通にその日常生活でやっぱり便利に使うもので、そこそこ音質をければいいかなっていう方は非常にいいんじゃないかなっていうところで、2つ目としては、これ個人的なところもありますけども、まずイヤーチップね、やっぱ長時間使うとやっぱ痒くなります。耳の中が痒くなるっていう問題、ここはなんだかんだやっぱり解消してないのかなって使ってみて思いました。これはね、前のやつと同様に変わってないんですよね。もちろんイヤーチップ、変えればいいっていうところもあるんですけども、やっぱりちょっと時間経ってくるとやっぱ痒いなっていうね。慣れもあるのかもしれないですけど、ここはなんでさっきのコンプライアンスのやつとかを使うとかの対策すればね、痒みを抑えれるっていうところはあります。ただここはちょっと変えてほしかったなみたいなところはありますけど、3つ目ですね。いまいちというか、意外とちょっと期待外れだったところは、Bluetooth の 5.3 ですね。接続性に関しては、特に問題なく音切れとかね、そういうのも遅延も少ないですしいいんですけども、スムーズな気もするんだけど、Bluetooth 一応 5.3 って最新のものに iPhone と一緒にね変わったんですけども、使ってる部分ではそんなに初代の AirPods Pro と変わんないんじゃないかなっていうところで、今のところその恩恵みたいなのはそんなに感じないかなっていう、実際に使ってみたところだとですね、ちょっと比べてもみたいんですけど、多分そんな変わんないかなっていう、なんか若干早いような気がするんだけど、なんで今後に期待みたいなところはただありますね。一応その LE オーディオっていうのにね、対応するんじゃないかっていうところがありますので、その Bluetooth 5.3 に対応したってことは多分今後なんか音楽とか何かしらのアップデートあるんじゃないかっていうのね、絶対なんか隠してる感じがします。はい。LE オーディオね、要するにデータ量少なくてその高音質に再生できるっていうね、ありまして、次世代のその Bluetooth みたいなところで注目されてるんですけども、それに対応するんじゃないかみたいなところで、これなんか調べたら出て Bluetooth のなんか公式サイトみたいなんで、なんか体験できるんで、ちょっとよかったらこれ体験してほしいんですけど、そのデータ量の多い少ないとかで、なんかその音質が実際じゃあどう変わるのかみたいなところ見えたんで、これちょっと面白いので試してもらいたいですね。割と変わるんだみたいなね。じゃあぶっちゃけ最後ね、じゃあ AirPods Pro 2買うべきなんですかみたいな。買ってよかったん本当にみたいなところですね。それ僕は買ってよかったかなと思いますね。初代から。結構バッテリーが下手だったっていうのもあるんで、もうほんと2年3年使ってたんでね。ちょっとタイプ別に答えていくと、じゃあこれからじゃあ AirPods Pro 初めて使いますみたいな方は、やっぱこの第2世代、全然いいんじゃないかなと思いますね。相当お金がないとかじゃない限りは、初代3万、今でもまだ7、8千ぐらいの差しかないと思うんで、やっぱ第2世代全然買った方がいいんじゃないかなと思います。これから初めて使うみたいな方はですね。じゃあ今 AirPods Pro 初代のね、前のモデル、今まであったモデル使ってますと。で、それからじゃあ変えるべきかっていうところで言うと、結論から言うとそんな無理に変えるほどではないかなっていうところをですね。もちろんその
ノイキャンが強かったり外部音の、ね、機能的にはまあ全体的に上がってはいるんですけども、まあなんていうかその無理にその変えるまでのインパクトはないかなと思います。見た目もまあそこまで変わってないんで、まあ特段その不満とかないね、もともとAirPods Proのまあ完成度自体がもう高いんで、まあ特に不満がないなら別にいいかなっていう感じがしますね。はい。まあただやっぱバッテリーがもうね、やっぱりね、最初買った方とかだと、まあ、僕もわかるんですけど、使ってたんで、まあ使ってるんで、バッテリーがもうへたっちゃってるとか、もうなんかもうボロボロになっちゃってるみたいなんだったらもう全然変えていいんじゃないかなっていう、まあ、初代使ってた方が変えても多分ね結構まあノイキャンとかに関してはねかなり感動するレベルなんじゃないかなと思います。はい、特に今使ってない方はもう本当にみたいなこの前なんか友達につけてもらったらやばみたいなまあ反応してたんで非常におすすめではありますね。はい、特に Apple 製品に多く持っている方であればぜひ、購入の参考になれば幸いでございます。一応また iPhone 14 Pro とかのねレビュー、まあこの動画伸びた動画もございますしアクセサリー類もね前回の動画で紹介してますんで参考になると思います。はい、であと AirPods Pro のね、前のやつのレビューもございますしあとまあソニーのね、まあ、一応イヤホンとかも 1000X Mark IV とかですね結構コストパフォーマンス、まあ、AirPods Pro に比べると、まあ、2万円ぐらいでね買えるとかもあるんでそれも非常におすすめかと思いますのでそれもぜひ参考にしてみてください。なのでこちらの動画少しでも少しでも役に立ったなと思った方はぜひ高評価とあとチャンネル登録お願いします。横の通知ベル押していただくとね最新情報を受け取りますのであとセール情報とかもねコミュニティ欄というところで流してますので届きます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ということでですね AirPods Proいやまあある意味なんか一番楽しみにしてた製品なんですけども、はいまあ、ノイキャンとかねやっぱ外部音取り込みに関してはやっぱかなりね期待を超えてきたぐらいのレベルでしたね。まあちょっと見た目がねケースとかまあほぼ一緒だったのがまあちょっと残念な感じはあるんですけどもこれがある意味地味っちゃ地味だけどある意味なんか生活する上でなんか一番インパクトはあるかもしれないですね。やっぱカフェとかで僕も作業する時に使ったりするんで特にこの電車で通勤されてる方とかねわかんないけどそういうねゴミゴミしたところ行くねまあ東京とかだと多かったりすると思うんでそういうインパクトはねすごいあると思うんでまあ高いことは高いけどまあ投資する価値はあるかなと思いますね。なのでぜひちょっと一回ね体験していただきたい。全然家電量販店できると最近ね試させてくれるんで何でもソニーのやつもいいんですけどねいやまあ高いけど買った価値はありました。今後またちょっと Vlog とかもね今やっていきたいと思ってんで、はい、てかゲーミングバックボーン1買ったんだけど最近めちゃめちゃ良かったな。ちょっとまた紹介します。ゲーム最高だな。